暴れん坊将軍。ここは数屋橋門内にある南町奉行所。25機の与力と120人の同心を率いて江戸の治安を守るのは、言わずと知れた名奉行大岡越前守忠相である。大岡忠相の裁きは代々の奉行に比べて非常に寛大だったと言われる。今日でいう疑わしきは罰せずの精神が取り入れられていたためであろう。尾張や徳兵衛、吟味の結果その方の罪は認めず、よってこの場にて無罪放免を申し渡す。ありがとう存じます。お奉行、お奉行、お奉行、お話がございます。申し渡しが不服か。納得できません。尾張屋はかけねえなしに悪党です。死罪になるのは当然です。捕獲するのが早すぎたのだ。そんな奴をお縄にするために大勢の同心岡っ引きたちがどれほどの苦労を重ねてきたことか。十分な手証がない限りどんな苦労も所詮は無駄だ。現に尾張屋は自らの罪を白状しなかったではないか。しかしお奉行、拷問を許してさえいただければ。そういうやり方はかえって冤罪を招く。慎重に内定をやり直し、二度と同じ轍は踏まぬことだ。また来てください。じゃあまたな。ありがとうございました。持ち方なんてちょろいもんで、ある式の吟味で目を上げるようじゃあぶくぜには身につかねえぞ。なんでサブちゃん。一体何をやって殺された尾張屋はどんな男だったんだ。表向きは口入れ屋の主ですが、実態は地回りの元締めです。子分を大勢抱え、ゆすりたかりなど悪の限りを尽くしておりました。下手人を目撃した者はおらんのか。残念ながら。ただ死体の刀傷から推測して、おそらくは武士、それも3、4人の仕業かと思われますが。まともな侍が徒党を組んでヤクザ者を襲うとは考えられぬ。武士は武士でも食い詰め浪人ではござらんのか。そうかもしれませんな。しかし念のために目付筋の協力を仰ぎ、日頃素行の悪い旗本御家人の調べもいたしたいと思いますが。よかろう、そうしてくれ。では。
それにしても無法な闇討ちを天誅などと称するのは合点が参りませぬわい。もしかすると忠相の寛大な裁きに対する当てつけかもしれんな。なるほど。それは考えられまするな。噂によれば奉行所内部にも越前殿の方針を快く思わぬ者がおるとか。おお、見た聞いたかい。尾張屋徳兵衛が殺されたんだってよ。おう、今もその話をしてたとこなんだよ。これでね、江戸の町も風通しが良くなるんですよ。めでてえめでてえ。おめでたいのはお前たちの頭だよ。なんだ人が殺されたのを喜ぶなんて罰当たりのいいとこだよ。いい加減にしい。けどよ、かみさん、尾張屋の野郎に流されたやつはいっぱいいるんですよ。今頃大喜びしてる。それじゃ何かい。親方は下手人が捕まらない方がいいっていうのかい。そういうわけじゃねえけどよ。そうよ、お姉ちゃんの言う通りよ。人殺しがもてはやされるようじゃ世も末だわ。チェ、理屈じゃかなわねえや。おい、俺のとこ行ってしこやめようや。おい、いいね。もうあいつらしょうがないね。無礼者、そこへ直れ。申し訳ございません、高見の旦那。おばちゃんなら本当にそそっかしいんだから、うちの人そっくりで、どうぞお許しを。冗談だよ、冗談。なんだ、そうだったんですか。どうもおかしいと思って。日頃からお付き合いのある旦那がお人が悪い。いや、許せ許せ。もういいおさいさんな。そんなことされたらかえって恐縮だよ。いや、ところで頭はいるかね。あら、あいにくの遠出で何かご用ですか。わしもいよいよ城回りの役から外されることになったんでな。何かとお世話になった頭に挨拶に来たんだが。それはわざわざどうも。どうぞお上がりください。せっかくおいでくださったんだからお茶でもどうぞ。さあどうぞ。はあ。城回りをおやめになるんですかい。後進に道を譲るためだよ。やめたくはないが仕方あるめ。しかしこのまんじゅううまいな。あ、そこの角で売り出したんですよ。よろしかったらどうぞもう一つ。じゃあいただくよ。いや、わしはね、このまんじゅうというやつに目がなくてね。さっきの話ですが、お奉行所をクビになるってわけじゃねえんでしょ。まだ当分捨てぶちはもらえるだろうが、仕事の中身はまるで違うよ。どう違うんですか。古い繁華町の整理だとか、見習い同心の手ほどきとか、隠居するまでの感触だよ。もったいないわね。まだまだお元気な旦那にそんな年寄りじみた仕事をさせるなんて。お奉行様に頼んでもう少し城回りを続けさせていただけないんですか。まず無理だな。そんな前例一度もないよ。あっさりやめちゃいけませんよ。大岡様は話のわかるお方だって言うじゃありませんか。話のわかるお方か。確かにその通りだよ。俺たちが苦労してお縄にした悪党をすんなりご放免にしてしまうんだからな。どうやらあんたも大岡殿のやり方に不満の口らしいな。いらっしゃい、新さん。この御人は。新さん、いや徳田新之助さんって言いましてね、うちの居候の貧乏旗本の三男坊です。あなた南の城回りらしいが、尾張屋殺しの調べはどうなってます。お手前がなぜそのようなことを。いや、ちょっと興味がありましてね。下手人の目星はついたんですか。さあどうですかね。私はもう城回りじゃありませんからね。おかみさんどうもごちそうさん。旦那。ただいま。おかえりなさい、お母様。うまいまんじゅう買ってきたぞ。
客か。はい、栄之進様が。いや、どうもお待たせしました。私の方こそ留守中にお邪魔しまして、実は折り入ってお願いがあるんです。あ、何でしょう。実は実はですね、タズさんを私の嫁にいただきたいと思いまして。ああ、やっぱりね。は？あなたとタズが付き合ってるのは承知してましたよ。いつかこういう時が来るんじゃないかと。では承知していただけるんですね。せっかくですがお断りいたします。高村さん、私では向こうに不足ですか？とんでもない。あなたは与力のお家柄、お人柄も申し分ありません。それじゃあなぜ、お父様なぜですの？もしお一人が寂しいんでしたら、タズさんと一緒に私の家へ来てください。ご存知の通り私は一人住まいですし、あなただって楽隠居ができて好都合じゃありませんか。楽隠居ですと？やめてください。そんなこと薬にもしたくない。お父様、何もそう怒らなくても、栄之進様がご好意で言ってくださっていることがお分かりにならないんですか？すいません、こんな結果になってしまって。いや、何もあなたが悪いわけじゃない。父は身分違いを気にしているんです。私に肩身の狭い思いをさせまいとして。そうかな。私にはもっと他に訳があるような気がする。田島様。おお、これはタズさん。お父上は在宅かな？はい、先ほど帰ってまいりました。さようか。いや、今日も付き合ってもらうでな。帰りは遅くなりますぞ。あの方は確か元与力の勝島平左衛門様です。ご隠居なさるまで父の上役でした。今日も付き合ってもらうと言ってたが。ご会社に通ってるんです。もう一月も前から。おお、高村さんが碁を打たれるとは知らなかったな。田島様のおすすめで始めましたのよ。もう近頃はやみつきで。痛くないだろう。男の子だからな。よし、すぐなるぞ。うん。大事な。あんまり無理させんな。はい、ありがとうございます。はい。またいつでもおいで。はい。こんばんは。江戸で一番腕のいい骨付きの先生はこちらで。それほどでもねえが、おめさんは。お初にお目にかかります。あっしは少年町の桔梗屋という遊び場所の奉公人で。なんで岡場所の牛太郎かい。通りで調子のいい野郎だと思ったぜ。恐れ入ります。実は足どもの抱え女が階段から落ちて大怪我を一つ見てやってください。お願いします、先生。いかがで？坊主を呼ぶべきだったな。死んだんで。それにしてもひでえ怪我だ。あばらが3本、首の骨も折れてる。誰がこんな目に遭わしたんだよ。誰がって言ったでしょ、この女階段から転げ落ちて。起き上がれ。木刀かなんかでぶん流れねえ限りこんな風にはならねえよ。おう先生、余計な詮索は身のためにならねえぜ。ここで見たことは忘れてしまうんだ。あいにくだったな。俺は物覚えがいいんだよ。下手んでりゃつけられやって。誰がやったか言え。言わねえと首の骨折るぞ。あ、新さん。
いいとこでやった。親方じゃないか。ちょっと付き合ってくんねえかな。どこへ？いや、この先で桔梗屋仁助っていう岡場所の親玉が目かけに飲み屋やらしてるんですさ。その男は何かしたのか？この野郎、山芋持ちの女郎を折檻して殺しやがったんですよ。締め上げて倍合いつぶしてやろうと思いましてね。お願いしますよ。ああ。誰かしら今頃。ほっとけ。用心棒の先生が追っ払ってくれるさ。ああ、待て待て。今あげてやる。どうしたんだね。まだ様子おかしいぜ。助けて！誰か！あの人たちがうちの旦那。4人組か。終わり殺しの下手人だな。おい、しっかりしろ。無事に揃ったようだな。高村さん、傷の具合は？大したことない。かすり傷だ。それにしてもとんだ邪魔者が現れたもんだ。あの若侍なら知ってる。徳田新之助といって貧乏旗本の三男坊だ。冷や飯食いか。それにしてはバカに腕の立つやつだったな。まあ何はともあれ再度の天誅の成功を祝うてご苦労だった。桔梗屋のやつ、今頃はあの世とやらで全否を食いているでしょうな。お上の目を盗んで岡場所をこしらえ数えきれぬほどの女を泣かした報いだ。今までのうのうと生きながらえたのが間違いだったの。浮いた金を氷で貸して貧乏人の骨までしゃぶっていたんです。いつかは思い知らせてやろうと思っていましたよ。いやいや、まだまだ悪い奴はたくさんおる。奉行所が手ぬるいやり方を続ける限り我々の働きが必要なんだ。天に代わって正義を行うお主たちの働きがな。あとは任せるぞ。ずいぶん待たせてくれるではないか。念入りに調べてどこが悪いんだ。あんたにも協力してもらうぞ。話すべきことはあっちの旦那に全て話したぞ。徳田さんと言いましたね。私は吟味与力の北川栄之進というものです。それじゃあもう一度最初から見たこと聞いたことの全てを話してもらいましょうか。これで2度目です。それも2晩続けて。我々を苦労してるとしか思えません。終わり屋の次が桔梗屋か。どうやら先手を打たれたようだな。先手を？ここだけの話だが、かねてより隠密回りに命じて桔梗屋の身辺を探らせていたのだ。隠密回りに？それはなぜです？あの男、表面に現れた悪事のほかに後ろ暗い秘密を持っている節がある。その秘密とは？そこまでは今は明かせん。それより犯行の手際良さから考えて下手人どもは現場の下見をしたに違いない。桔梗屋の目かけを呼んで確かめてみろ。あ、承知しました。お侍のお客様ですか？そうだ。事件の前に店の作りを見届けていったはずなんだがな。そういうお方は。心当たりないのか？ええ、
あんなお店ですからお武家様がいらっしゃるなんてことはめったに。そういえばお一人だけ。いるのか？ええ、お客様じゃありませんけど、2、3日前に空き巣の見回りだとか言って城回りの旦那が。城回り？名前は？確か高村様とか。高村。その日吉宗に突然の拝謁を願い出た者がいた。直参旗本2000石元南町奉行の林田土佐守がその人である。久しぶりだの土佐。元気で何よりじゃ。過分なお言葉ありがたき幸せにございます。本日お目通りを願い上げましたのは手前一人の考えではなく、かつて奉行職を務めました全員の総意とお汲み取りください。おおよその察しはついておる。大岡越前の仕事ぶりについて意見を申そうというのであろう。ご敬願恐れ入ります。上様もお聞き及びかと存じますが、近頃立て続けに起こりました天中騒ぎ、事件そのものは不届きなれど、大岡殿に対する不信の表れかと存じます。この際大岡殿に猛省を促し、その進退をお問いになられてはいかがでございましょうか。その方自身越前のやり方についてどう思う？率直に申し上げまして、いささか手ぬるいかと存じ上げます。御法の尊さを知らしめるには時として手荒な取り調べも必要かと。力に耐える祭りごとは一時の効き目はあってもいずれは人心の離反を招くものだ。ではどうあっても大岡殿の責任はお問いになられぬと。余は越前を信じておる。だからこそあえて奉行の座に据えたのだ。わかりました。願わくば大岡殿への批判がそのまま上様に向けられるようなことのありませぬように。では高村さんは奉行所へ？はい、ほんの半時ほど前に。私は大事を取って休んだ方がいいって勧めたんですけど。ご病気なんですか？あら、ご存知ないんですか？父が怪我をしたこと。怪我？いつのことです？ゆうべご会社の帰り道で押し込みの浪人と渡り合ったとかで。でも変ですね。どうしてお奉行所にご報告しなかったんでしょう？さあ、それは。そういえば何か様子が変でしたわ。もしかして何かやましいことでも？いや、そんなことはないでしょう。とにかく時間にあって確かめてみます。そんなバカなあの旦那に限って私は金輪際信じないからね。でもおかみさん、俺ははっきり聞いたんだよ。間違いなくあの旦那だって。なあ、Q、聞いたな？聞いた聞いた。確かにそう言ってましたよ。それじゃ間違いないわね。聞き間違いってことだってあるじゃないか。それでなきゃそのうち医者が嘘言ってたんだよ。そうに決まってるよ。またおかみさんは頑固なんだから。逃げって。何揉めてるんだ？新さんいいところへ。いやね、ゆんべ新さんに言われた通りみんなで手分けして江戸中の医者を当たってみたんですよ。いや本当に刀傷を負った侍が治療を頼みに来なかったかってね。それでこの3人が訪ねていった八軒堀の乱歩医がそれらしい侍を手当てしたって言うんだそうで。どんな侍だ？それがさ、新さん聞いとくれよ。高村の旦那だって言うんだから笑わせるじゃないか。高村の旦那？この前ここで会ったあの城回りの。そう、
高村様ね、おかしいだろ。人殺しの片割れがこともあろうにお奉行所の同心だって言うんだからさ、信じろって方が無理だろ。かみさんはそうおっしゃいますけどね、あっしらは確かにそう聞いてきたんですよ。信じてくださいよ、新さん。うるさいね、お前たちは本当に。ダメダメ、新さん、信じちゃいけないよ。何ですか、内密の話というのは。高村さん、私に何か隠してることがあるんじゃないですか。隠してること？ゆうべ怪我をしたそうじゃないですか。誰にやられたんです？実は押し込み浪人に出会いまして。そんなはずはありません。ゆうべは押し込みなど一件もなかった。いや、ですから押し込む前に私が見つけて。よしてください、高村さん。あなた尾張屋と桔梗屋を殺害した一味なんですか？やっぱり。一体どうしてあんな真似を？お奉行への当てつけですか？それもあります。しかしそれより私は自分を役立ててみたかったんです。役立てる？ご承知のように私は城回りを外されたんです。その後は官職に回されて2、3年も経てばいやおうなく鑑札を召し上げられるんです。私はまだまだ人並みに働く力があるのに無理やり隠居させられるんです。だからといって人を切っていいという道理はない。私が切ったのは悪党ですよ。死罪になって当然の奴らですよ。野放しにするより始末した方がよほど世間のためになる。あなただって心の中じゃそう思ってるんじゃありませんか。北川さん、私をお縄にしても構いませんよ。ただし私は口を割りません。尾張屋同様無罪放免になってみせますよ。高村の旦那じゃないか。どうしたらそんな顔して。俺に会って困るようなことでもあるのか？別にそういうわけではない。何かご用で？ちょっと話があるんだ。その辺で一杯やりながら。いや、私は。あ、そうか。あんた下戸だったな。じゃあまんじゅうでも食べるなら行こう行こう。ありがとうございました。あんたの娘さんは吟味よりき北川江之進と恋仲らしいな。ええ。どうしてそれを？そういう噂はすぐに伝わるもんだ。祝言をさせてやるんですか？いやいや、どうして？娘さんがかわいそうではないか。世の中には男が大勢いますよ。焦る必要はない。お手前はそんな話をするために私を？いや、大岡殿についてあんたの考えを聞きたい。お奉行について？そうだ。どうやらあんたたちは大岡殿に不満があるらしいが、その訳を詳しく知りたい。あなたなぜそんなことを？実を言うとな、俺は大岡殿が好きなんだ。その人が悪く言われるのはあまり面白いことではない。では言いましょう。お奉行は我々慶拝の苦労をご存じない。何十年もかかって積み上げてきたやり方を一気に崩そうとしている。しかし時代が変わっていく限りやむを得んのではないのか。我々はいわば取り物の職人です。上に立つ人が変わるたびに仕事のやり方を変えるわけにはいきません。だから自分たちなりのやり方で悪党どもを退治しようというのか。どういう意味ですかな、それは。別に深い意味はない。ただ奉行所役人である以上守るべき一定の枠がある。それを踏み越えれば自分はもちろん娘さんの立場もなくなるんだ。お手前の言うことはよくわかりませんが、娘のことはご心配なく。一人でも何とか生きていくでしょう。咎人の娘と後ろ指を刺されてもか。
しばらく動きを追ってみろ。はい。死んだか。ああ、攻め子に耐えきれなかったようで自分で舌を噛み切りました。口は割らなかったのか。ああ、ついに一言も。申し訳ありません。いや、かえってそれではっきりした。町人の身なりはしているが、この男大岡忠相の命を受けた隠密回りに違いあるまい。大岡め、下手な小細工をしおって。隠密回りの者は？はあ、数日来連絡が途絶えていたのですが、今朝方無残な死体となって堀割に浮いているのが見つかりました。でその者はいかなる任を帯びていたものでござる？先日殺害された桔梗屋を内偵し、背後の黒幕を突き止めるよう命じてあったのです。黒幕？桔梗屋があこぎな影を続けられたのは、その影に援助する者がいたからです。その人物とは忠相、林田土佐守であろう。上様はどうしてそれを？悪事を目こぼししてもらうには町奉行を抱え込むのが最良の策だからな。実は先に殺害された尾張屋も長いこと目こぼしされていた節があるのです。これも林田殿に賄を送っていたためかと。では桔梗屋と尾張屋は同じ穴の無地なということになりまするな。うん、その二人が相次いで殺された。偶然にしてはできすぎている。次に天誅を下す相手を思いついたので、こうして集まってもらった。今度は誰を？やはり町人ですか？いや、侍だ。それも並の人間ではない。南町奉行大岡忠相を切る。何も驚くには当たるまい。お主たちが恵まれるのはあの男のためではなかったのか。しかし悪事をしたわけではないのですから。いや、それがしておるのだ。あの男が悪党どもを野放しにしているのはなぜだと思う？賄を受け取り目こぼしをしているからだ。田島様、それは本当ですか？もちろんだ。大岡の側近の者に聞いたんだから間違いはない。大岡は明日評定所へ赴く。天誅はその途中で下すのだ。俺はあの田島という男を追ってみる。さぎりは上様に連絡を頼むぞ。わかりました。御前、田島殿が戻ってまいりました。で、仲間は納得したか？はい、なんとか。あとは結構あるのみです。わしの存在を漏らしておらぬだろうな。はい、それはもちろん全て手前の発案ということになっております。よし、これが成功すればその方が再び役につけるよう取り計らって使わす。はあ、ありがたき幸せ。誰だそこにいるのは。矢尻に違う。確かに
何者かが潜んでいたようです。案ずるな。大岡さえ倒せば何も恐れるものはない。お呼びでございますか。ああ、これより評定所へ参るが、お前に一つ頼みがある。これ。よし。手はずは分かってるな。おいか、奴らが大岡を切り次第撃って出るのだ。不定の輩を成敗するわけだ。その通り。元奉行のわしとしては当然のことだ。田島は残しますか。いや、あいつも切れ。後腐れが残ってはかなわんのでな。大岡忠相、拳銃。あいにくだったな。お奉行は今頃評定所にご到着なさってるはずだ。どうして我々の計画を？俺が知らせたのだ。大岡殿にはまだまだ働いてもらわねばならんからな。お前たちの正体は分かってるんだ。この際潔く自首して出たらどうだ。お前たちは騙されてるんだ。この男はな、先の南町奉行林田土佐守に操られてるんだ。なんだと？林田様に？そうだ。林田は大岡殿に不満を抱くお前たちを利用したのだ。尾張屋と桔梗屋からマイナーを受け取った事実を隠すためにだ。嘘だ。こいつの言ってるな。みんなでたらめだ。でたらめではない。その証拠にあそこに林田が家臣と共に潜んでおる。おそらくはお前たちを始末する腹積もりであろう。よいござい。あのうろ対応を見るがいい。これでよく分かったろう。よくも邪魔しおったな。生かしては返さんぞ。黙れ林田。恥知らずの言葉を吐く前に俺の顔をよく見ろ。様。もはや悪あがきは無用だ。この場にいた腹を切れ。かくなる上は切れ切れ切れ。
高村さん。北川さん、私が間違っていた。娘を数を頼みます。兄とぞ吉成。高村さん、高村さん、高村さん。父は本当に八丁堀同心らしい死に方をしたんですね。そうです。高村さんは大岡様を救うためにご自分の命を。あなたも胸を張ってお父上を誇りに思って生きてください。吉宗は事件の真相を一切公表せず、高村の死は殉職として扱うよう大岡忠相に命じたのである。将軍自身が世間を欺くわけだが、若い二人のためにはそれもやむを得まいと自らに言い聞かせる吉宗であった。この俺が選んだ道だ。たとえ茨の道だとて決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血がたぎる。暴れん坊将軍。お控えなさい。なめやがって。いろは四十八組のぬぐみの跡目、こたび無事に継ぎましたおはると申します。てめえだから。ちょっといつまで待たせるんだい。こっち置いて。どうしたんだ。せっかく迎えに来たんだぞ。この人たちは戻りません。今日からぬぐみの火消し人足として働くことになりました。そうかそうか、それはことのほかうまくいったな。奴らも所詮は男。これでめぐみに男ではほとんど。ではそろそろやるか。大岡一善を失脚させんがためにしつけをするとは何たる非道。暴れん坊将軍男無用ぬぐみの喧嘩、どうぞお楽しみに。